こんにちは、加納あんばいです。今年も暑いですね。去年も猛暑日が続いたけど、今年も7月初旬から猛暑日を記録。いくら浴衣より涼しい着物を着たって暑いものは暑い。駅まで10分歩く間に顔からも体からも滝のような汗が出て止まらない。もちろん帯の中に保冷剤を入れてるんだけど、それぐらいじゃ全然ダメなの。無理して着物で出かけても熱中症で倒れたら大変。真夏は着物禁止ってことになりかねない。でも真夏日だろうと猛暑日だろうとお出かけには浴衣か着物が着たい。そんな私の秘密兵器はこれ。クールリングと日傘。結局一番暑いのは炎天下で徒歩移動の時だから、そこさえ乗り切ればなんとかなる。だから炎天下の徒歩移動だけこのクールリングを使っているの。クールリングを実際につけるとこんな感じ。保冷剤と違ってほぼ結露しないので、着物が濡れる心配もない。直接肌につけることで体の熱を吸収してクールダウンしてくれるの。今や熱中症対策の新常識のクールリング。この時期いろんなところで売ってるわよ。首元の冷却は体温を下げるのにすごく有効的なの。太い血管やリンパを冷やしてあげることで効率よく循環する血液やリンパ液を冷却できる。日傘は日よけの役割はもちろん、クールリングを隠すためでもあるのよ。最初は着物なのに首にこんなリングつけて外歩くなんて嫌だって思ったんだけど、娘に騙されたと思って一度試してみなって言われて、つけて出たらすごい快適。一度この快適さ体験したらやめられなくなっちゃったわ。背に腹は変えられないのよ。滝のような汗を回避するためには多少見た目は犠牲にしても仕方がない。とはいえ家から駅までの10分だけだし、銀座の街中を歩こうってわけじゃないんだから、日傘で隠してるからほぼ見えない。私はね、最近はもう慣れちゃって隠す気なんてゼロなの。堂々としてれば怖いもんなし。駅に着いて日傘を閉じたらクールリングも外しちゃうの。つけてない時はこういう保冷バッグに小さい保冷剤を入れて、でクールリングを中に入れて冷やしておくの。歩いてる時に体温が上がらなかったらその後は結構大丈夫なのよ。ホームは風が吹くし、電車の中は冷房が効いてるんだもん。ちなみにクールリングにはいろいろな種類があって自然凍結温度が違うの。よくあるのは18度、21度、28度以下で自然凍結するタイプ。21度自然凍結っていうのは21度以下で自然に氷のように固まるっていうこと。水は0度 C で自然凍結するから0度 C 以下じゃないと凍結しないけれども、溶けるまでは0度をキープ。クールリングに使われている PCM は21度 C で自然凍結するタイプなら21度 C 以下で凍結して溶けるまでは21度 C を長期間キープできるのよ。一般的な保冷剤は 98% が水だからすぐに溶けてしまうけど、 PCM は急激な温度変化を防ぐ特性があるから長時間キープできるの。冷凍庫で短時間に凍らせることもできるし、冷蔵庫でゆっくり凍らせることもできる。冷凍庫から出してすぐには0度 C 以下で結露しやすいけど、気になるんなら一度布で結露を拭いちゃえば大丈夫よ。ちょっとの結露でも嫌なら冷蔵庫で冷やすか28度 C 以下で自然凍結するタイプがいいんじゃないかな。私のは21度 C 以下で自然凍結するタイプで、サイズは楽につけられる L サイズ。28度 C タイプよりひんやり感があって18度 C タイプよりも長持ちするから21度 C タイプにしたの。去年の6月に Amazon で2200円で買ったもので、何ヶ月も冷凍庫に入れっぱなしだったけど今年も問題なく使えてるわ。たまに
購入レビューに全然冷たくなかったっていう書き込みがあるんだけど、基本的には冷たさを感じるためのものではなくって、体温上昇を抑えてくれるものっていうふうに考えた方がいいわよ。実際リンクの当たっている体の表面は冷やされてるから冷たいっていう感覚がなかったりするの。凍ってる間は氷みたいに白く濁った固体で、溶けると透明な液体になるから、白い固体があるうちは冷えてるっていうことだからね。繰り返し使えてエコだし、高熱出した時にも使えるから便利よ。騙されたと思って皆さんも試してみてね。本日は真夏の秘密兵器についてお話ししました。本日の動画が面白いなとかお役に立てたようでしたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。